じゃあ今度次中見てみましょう。こうやって開く。しびれるんですよ。やっぱこのキャブの部分、キャブ車、これキャブ車なんですよ。セッティングがおかしいっていうのはなさそうなんですけれども、買ったはいいけど売ろうか売らないか取っておくか、ぶっちゃけこの車全く分かんないんですよ。よし見るの初めてでしょこれ。おお、どうですかよし君。箱みたいなスカイラインなんで箱スカっていう通称なんですけれども、はい、これは2000の GT ってやつですから。で車の状態をちょっと見ていただくと、結構綺麗で、ホイールがロンシャンっていうのの、復刻版かな。であとマフラーはステインレス製のデュアルタイプの、GTR っぽいラッパ型なんですかね、はい、めちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗です。 L28 のエンジンに、乗せ替えてあると。一回ねフルレストはしてるらしいです。で次なる動画はこの続編ですか。じゃあ今度次中見てみましょう。はい、中に関してはこんな感じになってまして、シートがレカロシートのセインバケットが入ってますよね。あ、そうですね。レカロが入ってる、はい、これはだからね年代に全く合ってないと思うんだよねこれね。わかる？運転席助手席とも入ってますけど、そうですね。なんかちょっとレトロ感がいきなり現代っぽくなるよね。スポーティーですね。そうなんですよ。でこれ、もうこの売ってくれたお客さんが買った後に確か自分でつけたっつったんだっけなって感じなんですけど、ちょっとまあ個人的にはあまり好みではなく、やっぱり純正のシートに戻したいよねって思ってますと。ただ純正のシート自体の乗り心地がどうなのかもわからないからさ、座り心地とかなんか滑るのかへたってるのかどうなのかみたいなのがちょっとわからないので、どうなんだろうって思ってますけどね。でそれ以外もあとハンドルがナルディのハンドルがついてるのと、シフトのモモって書いてあるけどあれが純正なのか車外のモモなのか、まあでも車外か、純正のウッドにモモ貼ってるわけじゃないか、っていう感じでございました。ここまで OK ですね。はい、はい、で座っちゃうね。でヘッドライトがここのスイッチ、回してあげるとスモール点灯と、オートライトなんかはありません。でウインカーがこっちとこっち、っていう感じですね。でここはワイパー、ウィンドウウォッシャーとかワイパーのスイッチとか、RD ってなんだっけ、 RD ってなんだっけな、分かる人いたらこれ確かねリアの熱線かな、リアデフォーなんちゃらってやつかな、リアの熱線、F は何だろう、フォグランプ違うな何だったっけな、そんぐらいですよ僕の知識なんでで GTR になるとこれとこれがないらしい。そうなんですね。そう、で逆に GTX っていうグレードがあるってさっき言ったじゃん、GTX っていうのはパワーウィンドウとかがついて、でここにパワーウィンドウのスイッチとかつくのかな、でこれはパワーウィンドウないから、窓はこういうね、回すやつ、やつと、この三角窓、これも開くんですよ。開くんですよ。これは全てにおいて細心の注意と丁寧をしてちょっとこっちずらして押して、こう優しくやると。でどっち行く？こんな感じですか？こうやって開く。こんな感じです。こうやって開く。これで乗ってる人結構見たことあってかっこいいなとか思ってるけど、ちなみにこれあれだね、日産のマークが入ってるからこれ多分純正だな。なんか取れちゃいそうですけど、大丈夫なんですか？大丈夫らしい。フロントガラスは純正ですか？日産のマーク入ってるね。ね、っていう感じですかね。でメーターとかちょっとよし座ってみてもらうとさ、俺そっちもあるから5連メーターですね。じゃあちょっともう一回エンジンかけますね。多分さっきかけたからいきますよ。アメ車みたいだよね。そうっすね。どう？
今にも止まりそうな不安感。ちょっと不安ですね。こんな感じなんですよ。はい。でラジオらしきものは上についてるんですけど、つくのかどうかはわからないって言われてて、はい。まあラジオ音楽聴く車じゃないって売っていただいた方に一掃されました。あ聞けなそうです。そうですね。これでやってこうチューニングこれ合わせるんです。そうです。そうなんですね。でエアコンがないんですけれども、このダイヤルがあって、これは送風だね。はい。どっから出てんの風。ウォーム、クール、ルーム。触るの怖い。風出てる。なんかちょっとだけ出てる。そよ風が来たような。マジで？これ何？ハザード？ハザードついてます。ハザードか。これハザード。こんな感じ。はい。ここにはプラグとヒューズ、まあ旧車乗りの必須ですね。はい。ヒューズ飛んだら自分で買えと、プラグかぶったら自分で買えとっていう感じですね。はい。はい。が入ってるような感じです。はい。はい。OK ですか？はい。でですね。はい。これね、ライトもオリジナルというか昔の状態、前ちょっと回ってもらって、はい、これ今ヘッドライトつけてハザード焚いてる状態、はい、これも LED とかもちろんキセノンとかじゃなくて、はい、このハロゲンのオレンジ、これがいいんですよ。こういうのは僕好き、はい、でこういうのをね LED でチカッチカッじゃなくてこう豆玉のワンワンっていう、これがいいですよね。そういう光り方。そう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 、はい、で今度後ろ回っていただくと、これね、これもね俺箱スカ好きで、わかります？あ、玉1個切れてんのかこれ。これは玉切れなのか、これが正解なのか。いやこれ絶対玉切れだよな。玉切れ。ウインカーがないんですよ。ないですね。そう、はい、ウインカーがなくてテールランプが光るという感じだから、一回ちょっと止めるよ。だからこれが例えばこれスモール、そうこれスモールね、はい、でブレーキ踏むよ、はい、こんな感じ。はい、ブレーキ玉右側1個切れる。ブレーキいやついてます。4つとも全部ついてる。はい、あ、なるほど。でこれがウインカー左、はいはい、なると左2つ。ああ、かっこいいよね、めちゃくちゃ。で今度右、さっきね右内側がついてますけど、あれついてるね。あ、そういうことか。あ、なるほど。ああ、理解した理解した。さっきウインカー入ってて、ウインカー入ってたにもかかわらず、はい、こっち側をハザードついたから、こっち側だけこの2灯光った。そういうってことはあれだね、ハザードは左右だけなんだね。ハザードは一番端っこの側しかつかないけど、はい、ウインカーは2つつく。はい、あ、こっちもこっちもつくと。そういう仕組みです。こういう仕組みなんだね。はい、かっこいいね、めちゃくちゃ。こんな感じなんですよ。はい、であとはシートベルト。あ、これシートベルト後付けなのかな。やべえ、わかんねえ。でも多分そうだと思う。あ、後付けだ。いや多分この年代シートベルトないんだよ。あ、ない。そうないんだけど、はい、後からつけたってやつだね。だからシートベルトって大体ここに年度書いてあるんで、車の製造年とか調べるときもさ、シートベルト見るんだけどさ、はい、2022年になってからね、2点シートベルトですね。腰をこう止めてやる感じですかね。はい、でも逆に言ったら多分、あ、これも分かる人いたら教えてほしいですね。まあ、シートベルトがない車だったわけじゃん。はい、ってことはシートベルトなしでも違反にならない。ならない。だってないんだもん。
違反もクソもないじゃん。少なくともこの車リアシートベルトないんですよ、はい、リアシートベルトないくてリアシートベルトない年代の車じゃん、はい、だから今高速道路を乗るときはさ、一般道もそうだけどさ、後ろにシートベルトを締めましょうって話になってるし、はい、走行するシーンによっては違反になるわけですよね、はい、でもこれシートベルトない、はい、でも違反じゃない、だってないんだよ。そうです、はい、はい、っていう感じでした。はい、OK ですか？はい、はい、こんな感じです。はい、めちゃいいでしょ。めちゃいいです。そうだから、じゃあマフラーもいっちゃいますか、まとめて。今エンジンかかってますから、はい、めちゃくちゃしびれる音ですよこれ。でいきますよ。はい、ちょっとしかアクセル開けてないからね俺。なんか今パンいったね。こんな感じです。やばいでしょ。これしびれますね。しびれるんですよそうね、こういう車です、はい、こんな感じなんですよね。で、ここまで車の紹介させてもらいました。拙い知識はほとんどないから、はい、現状の報告ですね、はい、現状の報告させていただいて、こんな車です、はい、で、一応俺がね不安に思ってるのがやっぱこのキャブの部分、はい、キャブ車、これキャブ車なんですよ、はい、で一般的な、うちで取り扱っている車とかはインジェクターとかっていう車になるんですけれども、はい、インジェクションとかっていうかな、はい、その違いの何かっていうと、はい、ヨッシーはね最近の車しか知らないし、基本的には俺も最近の車派なので、はい、基本的には車にコンピューターが入ってますよね、はい、であとはいろんなセンサーがついてますよね。ついてます。そのセンサーがその状況、簡単に言うと気温であったり酸素量であったりとか、はい、例えば排ガスの温度とか、はい、そういうのを感知して、はい、で、コンピューター側がその状況に合わせて、適切な量のガソリンを噴射すると、はい、簡単に言うとこういう仕組みです。だから一般的には、エンジンかけたってアイドリング高いですよね、はい、でエンジンが温まると水温が上がると、それによってエンジンの回転数が通常のアイドリングに戻るっていうのをやってますよね、はい、でこれ機械が勝手にやってくれてますよね、はい、でキャブ車っていうのは基本的にそういう機械はないんですよ。ない、はい、じゃあどうやってやるかっていうと、このキャブ、この中にニードルジェットみたいな、はい、なんていうんだっけな、この車の場合だとニードルジェット、俺はバイクしか分かってないからさ、はい、いずれにしてもいろんなその、ガソリンを通す針みたいなのがあって、はい、それのこの太さ、ガソリンの通る量とかを変えて、はい、その車に合わせて適切なガソリンが行くようにして、でそれでセッティングをしていくっていう感じになります、はい、でセッティングが合っていなければ、例えばガソリンの量が濃すぎたとして、はい、すると不完全燃焼するんですね、車って、はい、でそうすると黒煙がもくもく出るんですよ、はい、だから普通のスポーツカーでも同じくで、かぶってる車って黒煙結構出るじゃん、パン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 言いながら。それ分かる、イメージ分かるでしょ、はい、でそれは不完全燃焼になってるから、余った、燃え切らなかったガスが黒煙になってマフラーから出ていくっていう感じです、はい、でさっきこの車黒煙全く出てなかったですね。出てなかったです、ね、出てなかったね、はい、ってことは、そこの不完全燃焼はなさそうだねっていう話なんですけど、はい、ここから逆に言うと、調子が良ければいいほどガソリンのなんていうのかな、量っていうの、空燃費比とかっていうんだけど、はい、かというとガソリンが薄くなるんですよね、はい、でガソリンの空気に対してガソリンの量が薄くなればなるほど爆発力が高いんですよ。でいい車はそのガソリンと空気のバランスをできる限り薄くしてしっかり燃やすっていうのがセオリーなんですけど、はい、これをやりすぎるとエンジンブローになるんですよ、はい、そうっていうので、今この車多分調子いいんですけれども、はい、じゃあどんぐらい調子いいのか、で調子が良ければ良いほど結構ぶっ壊れたりする、さっき言ったように攻めすぎちゃったセッティングでぶっ壊れたみたいなのも、多分なくはないと思うので、はい、でそれを調べるためには、いろんな調べ方はあるんでしょうけれども、はい、一番分かりやすいのは、ここプラグちょっとまだ熱いかな、
そうここのプラグ、はい、プラグコードを抜いてプラグ抜いてでプラグの焼け色っていうのを見るっていう感じですね。はい、まあ、プラグの焼け色を見て、まあ、ガソリン濃い薄いとかっていうのを判断していくらしいです。はい、で僕が知ってるのはそのさっき言ったようにスタンダードバイクの時での知識なので、はい、このキャブウェーバーのキャブの6連なのか何なのかこれのセッティングがどうなってやったらいいのかなんかはごめんなさいさっぱり分かんないですっていう感じ、はい、なんですよね。だから現状で言うならば、まあ、黒煙みたいなのは出てないから、はい、まあ、そういったそっち側のセッティングがおかしいっていうのはなさそうなんですけれども、はい、さっき一発前でパンって言ったじゃん。言ってましたね。そう後ろでパンっていうのはアフターファイアバックファイヤーとかってみんなよく言うんだけどさ、はい、後ろでアクセルオフにした時にパパパンっていうのはまあいいっちゃいい、はい、ただ前で鳴るのはこの車結構怖くて、そう火災とかにもなるんで、はい、でしかもこの作り見てもらうと、あとはキャブもそのガソリン漏れたりとかこれしないのかなとかって思うんだけどさ、一応これねバンがついてはいるんですけれども、はい、キャブレーターの下にステンレスの液マニがついてますよね。これ見てもらうと、はい、ついてますよね、はい、だすごい高温になったステンレスのパイプに漏れたガソリンが下に行ったらこれ引火するよねっていう話だ。旧車なんかの引火とかはやっぱ一番怖いところで、はい、まあこの間ネットでちょっと調べたら消火器積んどくのは常識だみたいなことを書いてる方もいらっしゃったので、はい、っていう感じなんですよ。はいはい、とはいえ前のお客さん、はい、これ普通に結構乗ってたんで、まあ、別に問題ないとは思うんですけど、さっき言ったようにより安全に行くのであれば、より売る側としてもある程度ちゃんと売るのであれば、なんかここら辺はもうちょっとちゃんと知っとかないと怖いなっていうのが今の俺の印象という感じなので、ございました。どうですか、吉井。すごい車なんでしょうけど、はい、ちょっといろいろその辺は知ってる状態で所有しないと、なんか問題は起きそうな気がします。まあなくはなさそうだよね。はい、ただ逆に言うとですよ、はい、この車はやっぱり箱スカってその日本だけじゃなくて世界的にも結構人気があって、はい、で旧車乗りの方にはもちろん人気があって、はい、パーツ結構出てるんですよ、いろいろ。あ、意外とあるんですね。そう、まあ、ざくに言うさ、ニスモのヘリテージとかヘリテージパーツとかってよくいつも言うじゃん。はい、で定価がなんか3倍ぐらいになって、通常ね、前まで5万で買えてたのが15万ぐらいになってニスモで売ってるみたいなのがあるじゃん。はい、箱スカに関して言うと、まず作りがかなり構造的にシンプルなんで、はい、そんなに電子制御部品が入ってないというのが一つ、はい、でもう一つはその一つ一つのパーツの値段が意外と安い。GTR 乗りからすると、はい、スカイライン GTR ね、まあ、32とか34とかさ、はい、乗ってるわけじゃん、そういう人たちからするとこの箱スカのパーツは意外と安く感じる、なんかすぐ手に入りそうで、パーツもそんなにびっくりするほど値段高くなくて、はい、で機械的にはそんなにいろんな壊れるパーツがついてないっていうのを考えると、はい、なんかここら辺のキャブ周りだけクリアできれば意外といけそうな気がするっていうのもあります。で一方でそのボディ、やっぱり旧車だからボディに不安があるんだけれども、はい、でもねあれなんだよね、さっきの仕上がりも見てもそうだし、あと構造的なところでいうと、なんか34とかよりもなんかサビとかそういうのには全然強そうな仕組みなんだよな。鉄板の太さとか厚さとかさ、はい、そういうの見てねっていうのがあるので、ちょっとね自分で所有できるのかどうなのか今考え中、はい、一応そんな感じでございました。OK ですか？はい、はい、じゃあ一応よし君こんな感じで、今日はここまでになりますが、はい、せっかくなので、はい、試乗もしたいと思います。試乗、この L28 エンジンをちょっと走らせて、ちょっと動画も撮ってほしいなと思ってます。軽くね、はい、っていう感じなので、続編交互期待っていう感じなのと、あとはもしこれを欲しいってお客様がいらっしゃったらどうしたらいいかというか、どこにどうやって問い合わせしたらいいかっていうのをちょっと最後にアナウンスできればと思ってるので、はい、一応そんな感じでやっていきましょう。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあ一旦今日の動画はここまで。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。よいしょ、おまけ動画っていうか下回りのさ、はい、取り忘れちゃってさ、はい、人もちょっとここないからさ、はい、ちょっと下回りを取る。下回りをこれでいいんじゃね？ああ、これで映るかもたまに俺これでチェックしてる。あ、そうですか。これでこういって、はい、箱スカをこうやれば下回り取れる。なるほど、お願いします。俺の iPhone 踏まないようにチェックしてる
はい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 、まっすぐ、はい。入ってます。入ってます。大丈夫そうです。大丈夫そう。はい。じゃあこの動画も後で差し込んでおきましょう。はい。はい。じゃあありがとうございました。引き続きお願いします。今日は市場にちょっと回して走ってあげないとかぶっちゃうんじゃないかなこれ。